このお店素敵ですよね。ものづくりカフェって言うんです。小物を作りながらお茶を楽しめるんですよ。お仕事の合間にたった一つの手作りを大切な人のために。ほら、私たちの手作りアクセサリー、あんなに喜んでくれてますよ。プロデューサーさんに相談して配ってよかったです。私、たまに思うんです。アイドルユニットとアクセサリーは似てるなって。一つ一つは違っても手と手をつないで一つになるんです。つなぎ目が滑らかかどうかは作る人次第で、プロデューサーさんはいつもとてもうまくつなぎ合わせてくれますよね。たまには私たちを身につけてみたらどうでしょう。みんなでプロデューサーさんを囲みますよ。みんな集まって。そーれ皆さんがどれだけ微笑んでくれるかは私次第ですよね。とびっきりの笑顔を撮れるよう成長しなくちゃ。今日はトイカメラの代わりにアイドルのファインダーで、ほら笑って。ライブ成功記念、プロデューサーさんのベストショットいただきました。思い出の一枚をもっと増やしていきましょう。同じ思い出たくさん重ねてきましたね。でもプロデューサーさんのアルバムと私のアルバムは少しだけ違うんですよ。だって私の思い出にはいつもプロデューサーさんが写ってますから。だから私の方がちょっとだけ素敵なんです。あ、でもそうするとプロデューサーさんの思い出には私がその写真は誰にもあげちゃダメですからねプロデューサーさん、みおちゃん少し集中したいみたいで、私たちは外へ行きましょうか。ちょっとお散歩に。みおちゃん、また後でね。簡単なアクセサリー作りもやってみると意外に難しいですよね。でも私、最近特大のネックレス作りに挑戦してるんです。そのネックレスのビーズは一つ一つが特別なんです。だから集めるのも大変で、しかもそのビーズは目には見えないんです。その素材になるパーツはキラキラの思い出ですから。そう、私が作り始めたネックレスはアイドルのネックレスなんです。アイドルになる前の私じゃ絶対に作れないアクセサリーでした。でも今はそれを作ってみたいなって。最初に見つけたかけらはプロデューサーさんとの出会いです。それから初レッスン、初ライブ、お友達との出会い。でもまだまだ思い出の写真が足りなくて、だから
ファンの人の笑顔を一枚一枚集めて一つに綴りたいんです。世界でたった一つの私だけの特別なアクセサリー。この寄り道のお散歩にも付き合ってくださいね。